推しの子チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。愛役の高橋理恵です。皆さん面白かったら原作読んでいただきたいんですけど、原作をめちゃくちゃ読んだ後に私は今回のアニメに触れたので、新規カットのありがたさ感じました。今回のアニメにおけるそこをそういう風に描くんですねというところが大変良かったです。具体的に言っていいかな。私がやっぱり感じたのは、ルビーとアクアのおでこにチュッチュってキスするところとか多分新規カットだったし、あとはいろいろな思い出が頭の中によぎるシーンとか、こういった思い出がたくさんあったんだななんていう、そういったしっかりと時間を使って丁寧に描いていただいた思い出のシーンもそうですし、いや本当にそのルビーと一緒に愛が踊るシーンとかも、そういう見開きのとっても楽しい表現をこういう風に映像で落とし込むんだなんてところもそうだし、それで言うとライブのシーンもめちゃくちゃ良かったんですよね。今回だってライブが楽曲になるっていうことでキャラクターソングも歌わせてもらっておりますので、そういったところも含めて映像になることの喜びすべて1個か。最後まで最後です。最後はですね、すごくありがたい時間の流れで撮らせていただいたので、自分はすごい収録しやすかったっていうヒントだけ残しておきます。いやー、推しってね、箱なんですけどね、もう推しの子自体箱推しなんですけれども、もうみんな大好きなんですけれども、自分がやってる声優っていう職業はキャラクターのことを考えたりする職業でもあるので、今後その原作でももう登場しているんですけど、あかねちゃんが役者さんなんですよっていうところもあって、あかねちゃんのその話数とかが来ると、あかねちゃんはこういう風にお芝居に挑んでるんだっていうところはめちゃくちゃ推しますね。うわ熱いって思います、なのでアニメに出てくるといいななんて思っちゃいます。私高校生の頃に友達に誘われて女性声優さんの沼にはまったんですよでしかもその中でも女性声優さんのユニットが大好きで、自分ユニットやってる身なんですけど女性声優ユニットさん大好きなんです。ペンライトを振ったりとか、物販も並んだりとか、結構楽しかったな。高校生ってさもうごめんね、みんなにこんな推しのこと喋るとこうなっちゃいますね。いや本当にそのないお金をやりくりしてどのグッズ買うかみたいな、学生時代の推し活って結構そういうとこだったりしますよね。グッズ本当はここからここまで全部欲しいんですけど、そういう感じでできるだけツアータイトルの入ってない T シャツとかを手に入れたりとかしながら、うまいことやりくりしてました。懐かしいですね。推しができたらどういう行動をとる？結構喋っちゃったけど、そうですね、さらに深掘りですよね。まずツアータイトルの入ってない T シャツを着ます。ロゴの入ってないサイリウムを振ってました。あとはでもどこにお金かけるかって言ったら、でもラバーバンドとか欲しかったな。ラバーバンドは買ったかな。あと缶バッジだ。缶バッジガチャですよ。やっぱりランダムの缶バッジはね、いいと思います。やっちゃいますよね、なのでこういう感じで本当に1人何回までとかあったら、やっぱり何回までの回数やりますよねっていうところかな。ガチャ回してました推しの子本当におすすめです。ぜひ推しの子の応援よろしくお願いします。推しの子チャンネル。